はい、では、いよいよ最終回っていうか、これが本当の最終回ですけれども、この事故とは何かの歩行第6回目の授業を始めさせていただきます。今日はちょっと暑いのですね、この T シャツで失礼を、いたします。後ろの服を着たらどうかっていうお話もありまして、着ようかなと思ったんですが、ちょっと暑いので。くじけまして、この T シャツは鈴木大拙のものですので、これでさせていただきたいと思います。で、今日のメニューもいろいろありますが、もう最終回ということで、全てちょっとじっくりお話しすることは多分時間的に難しいので、あちこち、場合によってはちょっと飛ばしながらお話をさせていただくつもりです。で、特にこのアフターコロナの話に関しては、ちょうど今週から来週にこういう本が出まして、日立の社長と京大の総長の写真がありますが、ここになぜかこういう我々としての事故から見たアフターコロナということを書いております。それを、読んでくださいというわけじゃないんですけれども、もしも、お手に取る機会があればここを見ていただいたらある程度、書いてあるということで、このあたりはちょっと割と飛ばしながら話をさせていただきます。で、こういう話でやっていきます。で、まずこれまでお話をしてきたこの我々としての事故、前回は倫理のとこまで、とりあえずたどり着いたわけですけれども、そこからこのコロナパンデミックを見たら一体どういうふうに見えるのかというところからお話をさせていただきます。で、まず、この辺りどんどん飛ばしていけばいいと思うんですけれども、事故は勝ち子だっていうお話をいたしました。我々としての事故は勝ち子だ。では、ウイルスは勝ち子かどうかということですよね。で、この新型コロナウイルスっていうのが、結局我々としての事故の、お話の中ではどういったものに当たるのか。いろんなエージェントがあると出てきました。その中で一番弱いといいますか、ものとしてインパクトエージェントというのがありましたけれども、ウイルスっていうのはまさにこの、インパクトエージェント、ある程度の何らかのその、生理学的病理学的な因果効果をいろんな生物人間に対して与えるエージェント、生物か無生物かっていうのはもうこの際どうでもいいということになります。で、こういうコロナウイルスとそれから宿主、宿主生物、人を考えていきますけれども、その関係を見ていった場合ですね、ウイルスが人にうつっても何ともない症状でない軽症の場合もありますけれども、やっぱり多く少なからぬケースはやっぱり重症化して亡くなっている方も多いという、そういうことが現在起こっています。で、もしもこのウイルスが人に感染して、そこで増えて増殖して、その宿主ですねを重症化、場合によっては死亡させてしまった場合、これはどう考えてもですね、両者の間のカッコ付きですけれどもフェローシップ、フェローシップっていうのは基本的に人間間の関係で、こういうウイルスと生物の間の関係ではなかなか拡張難しいんですけれども、この後ちょっと拡張していきます。そういうフェローシップは当然成り立たないということですので、やっぱりこれはダメだということになります。で、したがってこのウイルスとそれから重症化してしまった患者さんの間には我々関係は成り立たないということで、でも外の人に対してやっぱりそういうフェローシップを損なうことをやったということで言うと、やっぱこれは悪と言わざるを得ないということであります。つまりウイルスがさまざまな、人も含めた生物に及ぼす、生理学的病理学的な、影響因果作用というのは、広い意味でやっぱり善悪が問える、そういった事柄、つまりウイルスというのもある意味では勝ち子だろうというふうに言えると思います。で、一方で、それは今のが悪いことだとすると、ウイルスが人とか生物をですね、無症状状態にとどめ、プラスアルファかつそのことでですね、実は免疫力が高まったりしたりして、かつウイルスもそのことで増殖再生産ができるという、いわゆるシンビオシスですよね。共生関係というのが成り立つような場合、これはある意味では拡張拡大されたフェローシップが成り立つ。これは別にいいことだろうというふうに言えると思います。だからこの自然宿主、自然宿主とウイルスの共生関係、これはもしも成り立ったとしたら、広い意味での善なる我々というのが成立するだろうと。こういう形でこの我々という観点の中からウイルスについて、ないしはその善悪について問うことは可能だろうということであります。
じゃあもう少し見ていきましょう。で今結局はその多くの患者さんがやっぱり重症化しているケースはやっぱり世界中にあるわけですけれども、その重症化の要因は何かという、いろんな要因がありますよね。当然この社会の要因向こうに書いておきました。いちいち申しませんけれども、様々な要因があります。でそれからこういう人間の社会だけではなくて、もう少し生物圏といいますか生態系的な要因もたくさんあるし、それを超えた、この地球物理的な惑星物理的な宇宙物理に広がっていくようなさまざまな要因も絡まっています。極めて複合的、多数無数の要因が絡んでいる。でこういった要因のことをつまり社会圏、生物圏、それから地球圏というのも絡んだ複合的な巨大な要因のシステムっていうのを我々生存圏というふうに呼んできました。で前回ですね、例えば殺人のような犯罪は自然災害というよりも社会的災害だとお話をしました。今こうやって見てきますと、今回のパンデミック一般は無数のさまざまな生存圏的要因が複雑に絡み合ったまさに生存圏災害というふうに言えるだろうというふうに考えられます。でそうやって生存圏というのは絡んでいるわけですから、我々が言うところの生存系というのはそこにあって、結局こういうパンデミックないしはその患者の重症化を引き起こしたのは無数のエージェントを含んだ一定の生存系ということになります。これをパンデミック生存系というふうに名付けておきましょう。で最初に見たようにこれやっぱり重症化というこの悪いことを引き起こした生存系ですので、これはやっぱり悪い生存系、悪い我々というふうに言わざるを得ない。とするとここに悪い我々ができてしまっているので、この生存系を少なくともより良いものにするという、そういった道徳的要請がその生存系を構成している全てのモーラルエージェント、ほぼイコール全人類でしょうに課されるということで、これ何とかしなきゃいけないという大域的道徳要請が全人類に課されている、そういうふうに見ることができるというふうに思われます。こういった新たな生存系ですよね。とにかくこのパンデミック生存系、これ悪いやつですから、それを再アレンジすることで、こういった重症化が起こらないようにする。ないしは同様のパンデミックの再来を防ぐことが我々この生存系から委ねられているということになります。でこういうふうに今委ねられてるんですけれども、一方でですね、この悪いとは言いながらもうすでに生存系が我々が成立してしまっていて、その中に人間とかウイルスも入ってるわけですよね。非常に厄介なことにこういった考えで見ると、ウイルスも人間も我々を構成するフェローだということになってしまいます。で一体どういうことなのか。フェローだとするとやっぱりフェローとして扱わなきゃいけないという、こういう要請が出てくるというお話をいたしました。こんなこと一体可能かということです。そもそも意義があるのかと。で次のような意味というか可能性を考えることができるんじゃないかというふうに私は思っています。つまり今しなきゃいけないのはやっぱりこのウイルスによる重症化ですよね。ないしは患者が死亡してしまう、こういった状況をやっぱり一刻も早くストップしなきゃいけない。つまりそれは何をやるべきか、つまりウイルスの無毒化ですよね。ないしは別の言い方をすると、人ウイルスの共生系、お互いがお互いをそういうふうな形で、害しないようなシンビオシスを構築する、ないしは再構築する、こういったことが目指すべきことで、逆に言うとこれが達成できれば差し当たっては十分ということになります。なのでウイルスの無毒化のめどが立ったにもかかわらず、さらに一歩進んでこんなやついつ何するか分かんないからもう撲滅絶滅させてしまえというのが我々の倫理からすると、これは過剰防衛ということでむしろ悪ということになろうかと思います。でこれ今ウイルスだけじゃなくてさまざまな有害な生物、人間にとってですね、たくさんやっぱりいるわけですけれども、やっぱり同じことが言える。我々はそれを無害化する、例えばそういった生物と人間の生活圏を隔離する、距離を離すという、そういっ
ったことをするある意味じゃ道徳的要請はありますけれども、持ってますけれども、それがある程度実現できたらその先さらに一歩進めてそういう生物をいわば撲滅してしまうという、これはやっぱり過剰防衛だという、こういう一般原則がこの我々としての倫理から導かれるのではないかというふうに考えています。でそういうとにかく我々撲滅はやりすぎなんですけれども、無害化するという、こういう道徳的な今要請を受けているわけですけれども、じゃあどうやって無害化するのかというさまざまな社会的な連中がやっぱりしていくわけですけれども、その際のやっぱり大きな特徴はこれも我々の倫理から導かれることですけれども、平等性と境界開放性であります。つまりこの生存系を構成しているエージェント、フェロー、人間は基本的に原理的に平等に扱われるべきだっていうこと。それからそういったエージェント、人間ですよね。ある一定の範囲を閉じて、例えば日本の国民であるとかアメリカの国民であるとか、でそこさえ助かればいいというような、そういうある種の閉じ込み、囲い込み、これはやっぱり原則的にダメだというのが我々の倫理からの帰結であります。そういった優先順位をつけたり囲い込みをするというのは、特別の合理的理由がなければこれはやっぱりやっちゃいけないと、こういう要請が導かれるわけですけれども、じゃあ問題は、その先の本当の問題というのはこの特別の合理的理由とは何か、これは大きな問題。これはやっぱり個々のケースで考えていかなきゃいけない。児玉さんのお話、こういったものについていろいろあったかと思います。でも一番のポイント、この我々としてのもう倫理から得られるポイントっていうのは、道徳的なデフォルトというか、そもそもやっぱり一番の基本条件というのはこの開放性と平等性であって、それを何らかの形でやっぱり破らなきゃいけないと。破るっつうんだったら、そう破る理由の巨匠責任といいますか、正当化責任というのはそちら側にある。デフォルトは開放性、平等性にあるという、そういうところがポイントであろうというふうに思います。でさらに、この我々っていうのを重ねていきますと、我々はこのウイルスを無害化する、自粛する、いろんな、ワクチンを開発する、そういう要請を受けてるわけです。で今こうやって我々生活しておりますと、日本の国家からいろんな要請を受ける、各地方自治体、知事からいろんな要請を受ける、国際組織 WHO がいろんな呼びかけをする、そういう仕方でですね、いろんな行政機構からさまざまなある程度の構想力を持った要請を受けてるわけですけれども、こういう我々と重ねてみると、実際の本当の要請はそこから来てるんじゃないと。本当の要請はこの純粋異常者としての生存系から来ているということであって、私いろんなことをしなきゃいけない、場合によってはそういう自粛もしなきゃいけないわけですけれども、その私が本来追っているのはこの生存系からの要請であるということです。でもちろんいろんな政府、日本の政府、各地方自治体も同じくこういう言い方をすると生存系からの無害化要請を追っていて、それをいろんな行政措置として実行していると、我々のところに来ているということであります。でも一番のここでポイントは、この生存系からの要請を追っている点では、私たちのような一市民と、それから行政機構は基本的には平等同等だ。これがフェローシップ原理でありました。で一方、私には不住宅の自由もありました。我々から来てもですね、ノーという、そういうふうなオプションも我々に、開かれていました。そして行政機構を含んだ何者もこの私の根本的な、権利ですね、ノーという権利は、侵害できないと。そういうふうにこの我々を重ね合わせた時に言えるだろうというふうに思います。さらに繰り返しですけれども、この一市民としての私も、それから行政機構もやっぱり同等の非異常者ですので、そういった意味では全く同じ立場にいる、平等な立場にいるわけです。なので私は同等の非異常者として、その行政措置が適切な受諾なのかどうかということですよね。かどうかを独立に批判的に検討して吟味して、場合によってはこれはダメだ。
従って従わないという、そういった権利をこの我々の観点から持つことになります。つまりこの我々を重ね合わせてみることによってないしはことによってもですね、この私はさまざまな行政的な権力措置に対する批判権、対抗権、不服従権を改めて担保することができる。これがこの我々が持つアナーキズム効果があるという、お話をしましたけれども、その一端としての権力を抑制する効果がある。だから基本的人権というのもこういう抑制効果を持ってますけれども、我々の倫理からもこういう一定の抑制効果というのは出てくるんじゃないかというふうに考えています。でさらにですね、この我々というのはその異常を受けてるんですけれども、その他いろんなやつがいるって話はちょっとしてきたかと思います。私の自転車乗りに本当協力してくれる人、無関心で単に横を走ってるだけの人、ちょっと止めようとしてくれる人、これフェローシップ最低限破らない限りはやっぱり我々の中に入る。我々は非常にこの協力度に関しては幅広いメンバーからなっているというわけであります。もちろん非協力的なエージェントに対しては、協力してくれ、これ道徳的要請ですから、そういう呼びかけをすることはむしろ善なわけですけれども、最低限のフェローシップを満たしている、果たしている非協力的なエージェントに対してこの協力を要請するとか、何らかの非寛容な行為を取る、今話題の自粛警察とかありますけれども、そういったことはむしろこのフェローシップに反するということで悪ということになるんじゃないかというふうに思われます。はい、以上の形で、パンデミックにこの我々っていうのを重ね合わせてきた時にどうなるか、どう見えるかってちょっとお話をしてきました。それからまたちょっと角度を変えてみますと、これまでちょっとお話をしてきたように、パンデミックっていうのは例えば生存系っていうのがやっぱり我々の周りを取り囲んでいて、私はそこから逃げることができないという。それから私の一挙手一投足も場合によってはそういう生存系全体のウイルス感染状況に影響を与えてしまっている。そういうことで私と生存系としての我々お互いがお互いから逃げることができない相互不可到達性、そういった話をしてきましたけれども、まさにパンデミックによってそういったあり方が今可視化されてるんじゃないかというふうに見ることもできると思います。さらに、これまで我々いろんな形でのやっぱ自粛体験っていうのをしてきました。そういった体験のさまざまなあり方っていうのもこの我々を通してちょっとまた光を当てることができる。皆さんいろんなもちろん自粛をされてきたいろんなそれに対する感覚体験をお持ちだろうと思いますけれども、いろんな自治体の長とか、政治家とか自粛要請を受けて、我々それに多かれ少なかれ従ってきましたけど、一方で政治家に言われたからやってるわけじゃないという。もっと漠然としたやっぱり広い事柄、もう少し漠然とした包括的な主体みたいなことを考えて、やっぱりそこから要請を受けてるんだという、そういうふうな感覚、これ私も抱いてきました。で、自粛をしている何のためか、自分のため、同居する家族を守るため、周りのコミュニティを守るため、でもここまで守ってあとはどうでもいいっていうのはやっぱり我々考えてないですよね。どこまで広がっているかと言われてもちょっと困るわけですが、簡単に言うと全人類と言えるかもしれませんけど、この何のためというこのための対象というのも漠然と包括的なあり方をしている。これまさにこれまで私が言ってきたその具体的な異常のプロセスを持たないような純粋異常であるとか、特定の集団に閉じない開かれた生存系としての我々といったようなことがむしろこういう自粛行動の中で我々まさにそうとは明確に意識しないまでも感じつつあったのではないかというふうに私は考えています。でさらにはこの自粛活動において普段はこうやりたいんだ、やってるのでこうやりたいんだけれども、それを制約する、まさに自粛ですから、その制約自体を内面化する、事実化するっていう、割とこの複雑な何か体験をしてきたわけですけれども、これも以前申し上げた能動性と自動性の両面を含んでいる両動体と、
これ私によれば全ての行動そういう側面があるんですけども、この自粛ということでいうとこの両動体というやり方がより前面に出てくるんじゃないか、そういう実は両動体を我々うすうすながらこの自粛の中で感じてきたのではないかというふうに考えています。まとめですよね。これまでお話をしてきたこの我々の話と、それから現代のまさにこの僕たちを取り囲んでいるコロナパンデミックの状況というのを重ね合わせてみました。そうするとこの我々について語っていたことが、割とこのコロナの中でむしろよりリアリティを持って見えてきつつあるのではないかというふうに私は思っています。つまり、通常の自己感ですよね。個人的な感じの私としての自己感が取りこぼしがちの何かこの漠然としたような感覚がむしろ自己を我々化することによって、そしてこのコロナパンデミックの状況と重ね合わせていくことでより言語化明確化されるという、そういうふうなところがあるんじゃないかというふうに思います。それからこのコロナパンデミックに関わっていろんなこの倫理の問題というのが全面化してきています。で我々それに対してやっぱ個々の倫理的な直感を持ってる。やっぱり平等じゃないといけないとか、閉じてちゃいけないとか、ああいうやっぱり自粛警察は行き過ぎだ。そういうような、ある種の直感を持っていたとしても、それはある種のバラバラな直感であるものを、こういう一つの理論を重ね合わせることで、そういった直感に一定の理由を与えるとともに、この直感とこの直感とこの直感はいわば理論の中で救えるので、これを選択しましょうという、ある種のこのシステム化、パッケージ化が可能となるということも言えるんじゃないかと思います。そういったシステム化、パッケージ化の先に結局見えてくるのは、このコロナパンデミックにどういうふうに我々立ち向かっていくべきかに関するある種の戦略ロジックですけれども、それはお話ししてきたように一定のやっぱり権力抑制装置を備えた開かれた、そしてなるべく平等フラットな連帯、そういったものを作り上げていく、ないしは再構築していくべきではないか、そういった考え方がこの我々の倫理から導かれるのではないかというふうに考えています。はい。以上がこのパンデミックと重ね合わせたらどういうふうな光景が見えてくるかということであります。で次はこの今パンデミックですけれども、そのアフターコロナ、もしかしたらアフターコロナの社会が来なくてずっとウィズコロナになってしまうかもしれませんが、そういった社会を新たに作っていくときにこの我々という考えがどういうふうな指針ないしは羅針盤の役割を果たしていくのか、これに関しては先ほど言いましたちょっとごくごく短いもう数枚のスライドで駆け足で見ていきたいというふうに思います。でまずは人間観ですね。ちょっとまた引いて考えましょう。ずっとこれまで、私とか我々という自己についてお話をしてきましたけれども、一方でそこにはやっぱり人間観というのがいろんな形でくっついてきました。でここでお話をしてきたこの我々としての自己とか、その中の私、ひらがなの私としての人間、そういった見方とちょっと違う、西洋哲学、ないしは西洋近世哲学、近現代哲学の人間観をちょっと一つ取り上げてみていきます。その代表的な、西洋的な人間観の一つが機能主義的な人間観と呼ばれるものでありまして、それ一言で言って人間を機能能力の束だという、こういうふうに考える、人間に対する見方ということです。いろんな能力の束があって、その束の数とか数え方とかいろいろなんですけれども、一番簡単に言うと昔から知情意、知性、感情、意志、こういうのがありますよ。もっと細かく分けることができるけれども、そういった3つの束から人間とはなってますという考えであります。でいろんな哲学者がそういう考えをとってですね、でもどれが一番の主役で一番ボスでリーダーかっていうのはその哲学者によっていろいろ変わります。もう読みませんが、こういったいろんな違いがありますけれども、ポイントはやっぱ人間は機能の束に還元されてしまうので、こういった束を全部ひっくるめて統合するようななんか上位の機能とかそういったものはない。どっかにメインとかボスはいるけど基本的に束が並んでいるのが人間だ、こういうふうな考えであって、これは今日でも一つの有力な人間観として、現代哲学者によって提唱されています。
でこういう、人間観の一番のポイントというのは、やっぱり人間を機能の束だとしているわけですよ。だから人間と要するに機能なんです。能力なんです。つまり人間の本質、その尊厳、かけがえのなさというのを結局機能とか能力、別の言い方でするとできること、ケイパビリティに置くという、そういうふうな考え方ですね。これはやっぱり今でも現代社会に広く広まっている考え方だろうと思います。日本でもやっぱり広まっていると考え方であろうと思います。でもこれなかなかいいといえばいいんですけれども、これで本当に人間のかけがえのなさ尊厳が守れるかっていうとなかなか難しいところがある。シンギュラリティというふうに言われています。技術的得意点ということで、AI とかロボットが将来本当に残るかどうか分かりませんが、人間が最後に残している他の誰にも負けない人間が一番ベストな能力、つまり知性ですよね。それを乗り越えてしまう、凌駕してしまう、こういう事態のことをシンギュラリティ問題と言われています。この問題としてはそれでいろんな職業がなくなっちゃう、みんな失業しちゃうっていうのが一つの捉え方ですけど、私はこの問題の根っこはもっと深いということです。先ほど言いました人間は機能の束だとします。で人間もそういうたくさん素晴らしい能力を持ってますけれども、全ての能力はたかだか有限ですよね。なので原理的にそれを凌駕する機能体常に可能です。人間より速い動物はいくらでもいます。車とか新幹線とかたくさん今ありますよね。我々そういうのを使って便利な生活をしてます。でも最後に知性だけはこれは我々がベストだと思ってて、そこが最後の拠り所であったり尊厳だったりするんですが、そこに AI が出てきてしまってそれすらも凌駕されてしまう。だから場合によってはもう人間いらない。もう知性も AI とかそういったものにコンピューターに代わりにやってもらったらいいということになった場合に、結局人間全面的に置き換え可能になってしまう。玉ねぎの皮を一つ一つ剥いていって最後に知性が残って、これも AI によって代替可能となってしまったら人間も何も残らない。全てが代替可能。これ代替し尽くされるという意味で超人的代替というふうに言いましょう。そういったものが起こるというのがこのシンギュラリティの真の怖さであって、そこで人間の尊厳かけがえのなさが失われてしまうという、そういう危険性がはらんでいるということになろうかと思います。じゃあどうしたらいいのか。一つの考え方はこの人間観をもう根底的に変える。そのできること、ケーパビリティからできないこと、インケーパビリティこそが人間の本質であり、それが尊厳であり、かけがえのなさだと考えるということです。実はこれまでお話をしてきました我々としての自己、その中の私、ひらがなですよね、の基本的な本質は実はできないことにあります。このひらがなの私の本質というのは委ねられてあることだと以前お話をしました。で、だからこの尊厳かけがえのなさというのは委ねられてあることです。誰も委ねてくれなければ、やっぱり尊厳かけがえのなさはひらがなの私でも失ってしまいます。では委ねられることがなくなることはあるんでしょうか。私の考えではノーです。なぜか。それはなぜそもそも委ねられているのか。それは私が一人では何もできなかった。指一本も動かせなかったからですよね。だから周りに生存系というシステムが発生せざるを得なかった。そしてそれが我々の元になっている。そういうお話をしました。つまり人間としての私の一番根源的な本質は単独では何一つ行為ができないという単独行為不可能性にある。つまり人間の本質はできることではなくてまさにできないこと、インケーパビリティないしは弱いことにあるという、こういう人間観が我々としての自己の背後にあったというふうに私は考えています。でこの人間はできない弱いからこそ常にその周囲には委ねのシステムが成立をしていて、そのシステムによって人間はどのような状況であっても委ねられて生きることを委ねられています。そしてそのシステムは他のエージェントに対してこの私、ひらがなの私を委ねるように異常をしてくれています。でその限り人間、ひらがなの私は委ねられなくなることがなくて尊厳かけがえのなさを失うことがないというふうに言えるかと思います。
こういうふうに人間の一番の尊厳本質を強いことできること機能ではなくてむしろできないこと弱いことに置くというのがこれある種の東アジアの思想伝統でここにざっと書いてますけれども例えば宮沢賢治のデグノボーなどにそういった考え方は現れています。この我々としての自己そしてその中の私はこういったいわば東アジアの聖なる愚者の系譜を継ぐ人間観でもあるというふうに私は考えています。はい、じゃあアフターコロナこれもう本当に簡単に言っていきましょう。じゃあこういった今コロナパンデミック、それがいつ終わるか分かりません。そもそもアフターコロナの社会が来るかどうかは分かりませんけれどもとにかく我々はこのパンデミックに直面しつつこの社会を何らかの仕方で再構成再デザインをするそういう道徳的要請を我々から受けているとそういう話をいたしました。じゃあその再構成されるべきですね来たるべき社会とは何かこれも細かい話をしだすとキリがないんですけれどもここではキーワードだけお話をしておきたいと思います。そのキーワードっていうのは混成社会というキーワードであります。でこの混成というのはこの混っていう漢字これには2つの意味がありますよね。混じるということとそれから混むという意味でその2つの意味に従ってこの混成社会にも2つの意味があるとそういうふうに私は考えています。一つは単なる他者ではなくてお互い非常に異なった異者同士が互いに混じり合って住んで、暮らしている社会ということ。それから単に混じり合うだけではなくて混み合っていわば3密状態というんでしょうか身体を晒し合ってこういうリモートではないということです。まさにこの身体をお互い晒し合う形で互いに進む社会暮らし、これも混成社会であります。詳しいことは申しませんけれども、こういったこの2つの意味での混成というのはこれまでお話をしてきたやっぱり我々から出てくる考え方だろうというふうに私は考えています。というのは一つはやっぱりこの混じるの方なんですけれども我々の異質性であります。我々それから我々を構成するエージェントっていうのはこの我々の在り方から言って基本的に異質であればあるほどいい異質であるべきその同質性とは真逆の在り方をしてるしすべきだこれが我々の在り方だというふうに私は考えています。もうちょっと詳しくは言いません。そういった在り方を社会暮らしに反映したのがこの混じり合って暮らすという意味での混成であります。でそれから先ほど人間の本質としてできることではなくてむしろできないこと弱さそういうお話をしました。でこういうひらがなの私のできなさ弱さの一つの象徴はやっぱりこれはこのまさに我々の生きている身体ですね。切れば血が出る身体これまさに我々の弱さの一つの象徴でありますしこの身体が持っているこの温かみ体温もまたこの人間の弱さの象徴そしてそれをさらけ合う出し合うということで我々お互い弱い存在一人では何もできない存在だからこそ我々を必要とする存在なんだ、そういったことを常に意識し合う確かめ合うそういった社会が混み合う社会ということでこの2つを意味を持った混成社会こそが今後コロナの時代アフターコロナウィズコロナの時代に再構築される、再起動されるべき社会の基本的な在り方ではないかと考えています。はい。じゃあ、ここでですね、皆さんとの対話ということで、これまでたくさんのこの質問、疑問を、過去の講義でいただいておりました。そこから、いくつか取り出して、こういうのを後でお話ししますと、お答えしますというふうに言ったものがあります。それ全てちょっともうお答えできないかもしれませんけれども、いくつかスライドで、ちょっとお答えをしてみようと思いますし、それからこの、時間帯で今いただいているもしも、質問疑問等があればそれについてお答えをした上でも最後の部分がバーッとやっちゃうというここでQ&A タイムをちょっと作りたいというふうに思います。じゃあちょっと今あれをやってもらう途中にですねこれまでいただいたものに対するちょっと私なりの回答をいくつかお話をしていきたいというふうに思います。
で、まずですね、やっぱり権力との関係どうかっていうですね、やっぱりこの我々の話をしますと、これ、お話をしたかもしれません。これアメリカとかでやるとですね、割と皆さんポカーンみたいな感じでですね、なんじゃそれみたいな感じなんですけども、アジアでやるとやっぱりちょっと反応が違って、すぐスッと入っていくんですが、やっぱりこれは、その社会のですね、場合によってアジアの社会の権威主義とか、ある種の全体主義的な傾向にやっぱり絡め取られてしまうんじゃないか。そういったものを助長してしまうんじゃないか。そういう懸念というか質問をやっぱり私あちこちでいただいております。そういう懸念、まさに最もだと思いますので、ちょっとそういったことを、ちょっと1、2枚のスライドで考えていきたいと思います。まずこの我々ということで、これいろんな形があります。まさに生存系ですから、単なる人間の社会とかそういったものを超えた話なんですけれども、あえてこう人間の社会に落とし込んでいったときに、どういったものが一番ある種の近いモデルなのか、近い例なのかということになりますと、これは私のイメージでいうと、むしろアジアというよりかは、場合によっては西洋近代初、近世初のコミューン運動ということが一番近いかなというふうに考えております。アナーキズムの話は前回しましたけれども、そういった主義の流れになる立場であって、国家といろんな社会何でもいいですけれども、そういった非常に上部に積み重なって上に積み重なっていくような統治組織っていうのをできるだけ拒否すると。最小化する。そして物事が、少人数の共同体メンバー全員参加の車座、平場の、議会、議論みたいな場を作って、そこで、徹底的に共同討議をして、理想的にやっぱ全員一致まで議論を続ける。そういったような自治のあり方です。我々も、例えばなんて言いますか、会社とか、大きな企業とか、大学はこれでやってないかもしれませんけれども、例えば町内会とかなんとか、むしろこういった感じで動いているのかもしれません。それからさらにはこういった生産手段とか、場合によっては財産の私有をも否定して、可能な限り自給自足の生活をしていきましょうという、これがこのコミュ運動の一つの特徴です。これの出発点といいますか、言い出しっぺのうちの一人がフランスの思想家、19世紀の思想家のプルードンで、彼はマルクスからお前の言ってることは空想的だと、夢物語だっていうのケチョンケチョンに言われた人ですけれども、このプルードン思想が一つの演言ということで、なのでコミューンというフランス語で呼ばれています。これアナーキズムのある種の現代版ということです。で、これは夢物語かもしれませんが、ある程度の規模でしたら、もう割と100年近い歴史を持った共同体、世界中あちこちに存在しています。日本にもあるという。おそらくイメージとして、共同体としてイメージを持つとしたら、この我々に一番近いのはこういったコミューンじゃないかというふうに私は考えています。で、これもご質問いただきました。全体主義とどう違うのかということ。とするとやっぱり全体主義とはだいぶちょっと色合いが違うというのもお分かりいただけるかもしれません。で、全体主義とは何か、これ非常に広い言葉なんですね。あれは全体主義的だとか、なんとかいろいろ言われ方しますが、これ非常に多義的に使われていて、ただし一つだけ多分正しいのは、今の日本で全体主義というのは大体悪口なんですよね。お前全体主義だって言われて、いやどうもそんな褒められて困りますという人はいないので、大体悪口で使われるんですが、でかつ悪口はその場面ごとに違うっていうのがその特徴ですので、これ非常に多義的な言葉なんですが、一番のポイントは、政治的なポイントでいうと、全体主義っていうのは基本的に複数政党に対する反対なんですね。これいろんな良し悪しは別として、ある種の政治的なコンセプトからそうなる。例えばマルクス主義ですね。マルクス主義にとってこのいろんな政党があるっていうのは、要するに階級の違いがあるから。だから生産手段を持ってるやつと、つまりブルジョワと持ってないやつ、プロレタリオートがいる。だからブルジョワ政党とかプロレタリアート政党っていうのに政党が分かれちゃうんですね。でそういったものをなくす、階級差をなくすのが理想なので、階級差なくしてしまったら、当然のことながら政党の違いがなくなります。だからマルクス主義いわばそういった筋から言って、基本的には複数政党制反対というか、最終的に解消されるものであると。だからそういった意味で彼らは全体主義と言えるかもしれません。
同じようなことが例えば民族主義とか国民主義、民族国民、非常に同質的な政治的ななんか同質体だっていうのを考えたら政党の違いなんてありえないんですよね。あったらいけない。こういった立場を取ると複数政党っていうのはむしろなんか変なことが起こっているということになります。だから全体主義の一つの政治的な特徴は複数政党制反対ということです。それに対して我々としての自己、先ほど言いました異質性がその一番のポイントだというお話をしましたので、むしろ複数政党制は積極的に支持されることになります。で、コミューンがいいと言いましたけれども、コミューンができるのはせいぜいやっぱり顔の見えるような、100人もいたらもうちょっとはち切れちゃうようなそういう規模です。これどんどん広げていくとなると、もうコミューンのみんなで平場で議論じゃもうどうしようもないということになると、基本的には複数政党制が不可避ということで、この我々としての自己を政治的に下ろしていくと、複数政党制を積極的に支持するという意味で、狭い意味でのかっちりした意味での全体主義とはかなり違うんじゃないかというふうに考えています。それから一般意思とどう違うのかっていう話も出てきました。こういった我々に似ているものはいろいろやっぱりこの思想史哲学史の中でも提案されてきたわけですよね。一般意思っていうのもいろんな人たちがいろんな仕方で提案提唱をしています。もともとはルソーの考えですけれども、これ一つのポイントは、人類全体を考えることもあるんですけれども、基本的にはある特定の政治ユニット、例えばある議会のなんていうかその範囲ですよね。国会だったら国一般、地方の議会だったらその地方の自治体、そこの住民等のメンバーっていうのをまずかっちりと置いて、そこの共通の利益を施行するっていう、こういう意思ということです。基本的には政治ユニットっていうのを考えて、これ代議制と常にこの結びついていて、議会と結びついている政治ユニットを考えて、そのユニットの中で成り立つ共通利益を施行する。こういう意思のことを一般意思というふうに言います。だからユニットが広くなれば広い一般意思、狭くなれば狭い一般意思、いろんなものがあるんですよね。で、そのメンバーの共通利益を施行するという点では、良い我々も同じだろうと思います。人間だけではなくて、ああいうウイルスも入れても最終的にシンビオーシスの方がいいということですから、これはある種の共通利益の何と言いますか、成り立つバランスを施行していくということでは同じであります。ただし、この我々の特徴はもう繰り返していますように、一定の枠っていうのは常に外側に破っていかなきゃいけない。選挙区だけでは止まっちゃいけない。どんどん外に破っていくという、こういう運動が倫理的要請として課されているというところが違いますし、それから基本的に人間で止まってたらダメだという、パラヒューマンとか生態系とかさらにその外側のことまで視野に入れなきゃいけないという点で、やっぱりこの我々と一般意思とはやっぱここは決定的に違う点だろうというふうに考えています。はい。僕が用意してきたスライドはこんなもんですけど、今何か他にいただいてますでしょうか。あと、4、5分とかなんかそんな5、6分とかそんな感じでありますか。はい。はい。いろいろいただいてます。例えば天然痘みたいにありますよね。研究所にしか存在しないレベルで、だったらそれは撲滅かというふうに言えるのかと。天然痘確かに今ちょっと少なくとも少数の株が、研究所に保管されていて、それは近日中にというか一応予定ではそれも廃棄されるというふうになっています。で、天然痘がまさにこの WHO が主導したいわばこの世界のこの衛生保険のもう成功例のいわば代表例なんです。で、その代表例がやっぱり撲滅になってるっていうのが、私はやっぱりこれは人類の行き過ぎだというふうに考えています。もちろんやっぱりそんな簡単に無害化できない。もう無害化するには最終的に撲滅せざるを得ないという、そういう場合は我々厳しい判断を迫られて、場合によっては撲滅という、そういうふうなことをやらざるを得ないかもしれませんが、基本的にやっぱり天然痘のケースがもしも撲滅を施行している、国際条約的には撲滅施行してるんですけれども、あれは私は人類のやりすぎだと
いうふうに考えています。無害化するので十分のであって、同じようなやっぱり考えを拡張してしまうと、有害生物全部絶滅させてしまえというような、そういった主張になりかねませんけれども、やっぱりこれは非常に危険な考えだろうというふうに思っています。で、そうですね、エージェントの一部が悪い我々を作ってしまうという可能性があればどうするのかという、これやっぱり非常に難しい問題です。やっぱり強毒のウイルスはやっぱり排除せざるを得ないということで、やっぱりそういったウイルスは何らかの仕方で我々から切り離ウイルスじゃなくて悪いエージェントはやっぱり最初から何らかの仕方で切り離して隔離をせざるを得ないという、そういった判断が必要になるかもしれません。でも一番重要なのは、そうでもあったとしてもやっぱりそれをある種撲滅してはいけない。死刑の話、以前出ました。でやっぱり私は基本的にこの我々としての倫理からすると、やっぱり死刑というのはあまり良くないという可能性を封じてしまう、我々を広げる可能性を封じてしまうっていうお話をしましたけれども、やっぱり撲滅と同じで最終的に死刑ではなくて何らかの無害化隔離化、やっぱりそこで止めておくべきであって、それより、先に行ってしまうのはやっぱりこれは相手がウイルスであろうと、人間であろうと、ある種の過剰防衛ないしは過剰制裁ではないかというふうに考えています。まだちょっと時間がありますけど、ちょっとこの後また長いかもしれませんので、またこの最後の話に、帰らせていただきますけれども、ただこれがいい機会ですので、改めてこの場を借りて皆さんにお礼を申し上げたいと思います。本来5回のところをですね、今日までやらさせていただきまして、皆さんもお休みの中ですね、聞いておられる方多数おられると思います。この間いろいろとこういう質問もいただきました。それから励ましのお手紙とかご本とか論文もいただいた方々もおられます。いちいちもうお名前は申し上げませんけれども、そういった本当に皆さんに感謝しておりますし、我々としてもですね、このまだ夏この後、リレー講義あります。それで一段落をいたしますけれども、やっぱりこのパンデミックの状況下、しばらくやはり続かざるを得ないという中で、またできればですね、こういう立ち止まって考えるというような講義シリーズを京都大学としてもやっぱり無料で提供するということをできれば続けてやっていきたい。それがこういうパンデミックの状況下にあっての国立大学としての使命だというふうに考えております。そういうことでまたもしかしたらいつかお会いできるかもしれませんし、私はもう出てこないかもしれませんが、他の先生方にまたやっていただく機会というのも、ぜひ設けたいと、設ければいいなというふうに思っております。お礼の言葉です。それを踏まえて、最後のところをバーッとあとですね、10分かそこらで、もうやっていきたいと思います。対話としての、自己ということですね。で、対話としての自己の話をする前に、ちょっと対話とは何かということで、通常の意味での対話よりちょっとなんていうか間口を広げておきたい話の出発点として。で、この広い意味での対話というのをここで主観的対話というふうに言いました。対話というのは最低限2人ですね。私とあなたがする。ある別のエージェントがする。で、少なくともそのうちの私にとって対話が成り立っている。これで一応広い意味での主観的対話が成り立つというふうに考えましょう。どういう意味かっていうのはちょっとこの後順々にお話をしていきます。さあ、対話相手もいろいろあります。本当の皆さんとか僕の同僚とか家族になると、これは実在の人間ですよね。実際的な対話相手っていうのもあります。で、これから見ていくように非実在的な対話相手っていうのも僕はあり得るというふうに考えています。それに対応する形でこの対話のモードっていうのも実在的な本当の友達との対話、まさに双方向的ですよね。そういう神聖の双方向的な対話と、実は神聖ではないその双方向的対話のある種のシミュレーションみたいなものも対話に含めて考えましょうということであります。で、この対話シミュレーションの例としては、例えば私がですね、心の中で誰かを思い浮かべて、
それは実際に生きてる人でもいいですよ。それから存在しないなんかフィクションのキャラクターでもいいですよ。亡くなった方でもいいです。で、その相手に問いかけて、その問いに相手がどう答えるかを考えて、ある程度その人のことを知ってたら答えが出てくるかもしれません。その答えに対して私がまたさらなる問いかけをして、こういう対話が続いていくっていう。頭の中での想定問答ないしは対話シミュレーション。これもこの対話シミュレーションの一つの例で、さらにはこれ頭の中でやるだけじゃなくって、コンピューターゲーム、今いろんなインタラクティブなゲームがある。知らないんですけど、そうですが、そのゲーム内に登場するキャラクターといろんなこの双方向的なやり取りをしている。こういった双方向的なやり取りがこのコンピューター上に実現されているわけですよね。その中で我々対話とかいろんなやり取りをこうやってる、ないしはやったつもりになってる。これもここでいう対話シミュレーションの一例です。で、そうなるとどんな対話が可能かというとですね、まず実在的な相手との申請双方向、これは我々が通常言うところの狭い意味での人対人の対話ですよね。対面型もあればここでやってるようなリモートの講義っていうのもある。そういったのもある。両方にとって対話が成立しています。でもう一つがさっき言ったものの方に関わるんですけど、私にとってのみ性について。例えば著名人ね、アイドルと私がさっき言った心の中で対話を、続けてる。私にとっては対話してますけど、アイドルは私と対話してるんだと思ってないので、これある意味じゃ対話の成立は一方的ですよね。だからこそシミュレーションなんですが、少なくともこれは私にとっての主観的な対話はやっぱり成立してると私は考えています。ゲームのキャラクターとも同じことです。そういういわば狭い意味での対話と広い意味での対話、そういう2種類のものがあるということであります。で、まずこの、狭い広いどうでもいいんですけれども、この特定の対話相手、これを漢字でまたかの人と書いておきましょう。で、その相手に対して以下のある種の我々的態度を取りましょう。この対話の相手をひらがなの我々の中に引き込もう。そういうことは可能ですよね。どうやったらこう引き込めるのか。まずはその対話の相手を自分とは独立のエージェントとして見なします。生身の人間でしたら当たり前です。でも空想上の人でもやっぱりこれをある種の独立のエージェントとして見なそう。それは場合によっては私は可能だと考えています。で、それから2番目。その人を自分の人生の普段の相談相手として遇しましょう。例えば生涯を通じて、毎回できるかどうかして別として、常に選択しなきゃいけないちょっと大きな選択に直面した時にその人を呼び出してっていうか頭の中で思い浮かべてその人に何をなすべきか相談してとするとその人ならこういうふうなことを言うだろうなっていうのは答えが浮かんできた。それに対してまだ相談を繰り返すような形。結局そこで2人の間で一定の合意ないしは納得が得た上で選択行為を行う。そういったことを自分に習慣として課すということであります。で、かつ3番目、これまさに我々性ですよね。この、対話の相手と私、共に人生を生きることを委ねられている、コーエントラスティーン、共非異常者とみなしましょう。この3つのことが成り立つというか、これをやっぱり選ぶという、そういう決断を下した場合、結果としては、我々が成立する。でこの場合の我々って入れ子構造でいろいろありましたけれども、人生こうやるんだっていう人生全般に対して、視野に入れたある種の決定決意でありますから、ここに出てくるのはやっぱり人生を送るという、人生全体を視野に入れた、ある種の全体行動であります。そしてこの私と対話相手かの人がその我々を構成するエージェント、すなわちひらがなの私とひらがなのかの人になるということであります。同時にその2人を含んだ我々が成立すると言ってもいいでしょう。こういうふうに、対話相手と私を両方含んだ、人生の主体としての我々が成立するということになります。こういうことは可能でしょう。で、一個もう少し話を絞ってやっぱり対話シミュレーションですねの場合に話をしましょう。で、ビフォーアンドアフターでどういうことが起こるか。
ですね。before は対話相手というのは、独立のエージェントではありませんでした。特にこのシミュレーションの場合はなんか頭の中で思い浮かべてるだけ。でもそれをアフターでは独立エージェントとしてみます。before ではまだ我々からされてませんので、自己は単なる個人的な感じの私。これは後ではこの私、かの人、ひらがなを含んだ我々というふうに見なします。とするとどうなるのか。before ではこの対話シミュレーションというのは単なる個人的な自己しかないんですね。でそこでの独り言なんです。自問自答です。だって相手はもう独立でもないし、要するにお前が一人芝居やってるだけだということになります。これがアフター。アフター今自己は我々になっていて、我々には複数のエージェントがいて、このひらがなの私とひらがなのかの人は別々のエージェント。なのでこれはエージェントの間のでも一つの大きな自己の中の対話。自己内対話という、これまででは意味がなかった概念がここで初めて有意味化する自己内対話っていう概念が発生することになります。で、こういった自己内対話ですよね。これを生涯にわたって繰り広げる、さっきの決意をしてですね、そうやっていきましょう。そういった後の話ですけども、そういう我々がいたとしたら、それはまさに対話的自己ということになります。ここで対話的自己っていうのが成立する。この対話的自己の思考形態というのは常にやっぱり独立のエージェントと対話を続けてますので、その思考形態っていうのは一人で考える独話モノローグから二人以上で考えるダイアローグ対話へと思考形態が変わるということであります。で、独断ではなくて常に複数のエージェントの対話と合意によって行為が選択される。こういう仕方で生きられる生、人生、これが対話的生であって、このことによって生自体が対話化する、こういうことが起こりうると私は考えています。で、さらに特殊例ちょっと絞って考えて、このかの人、ひらがなをここでは個人というふうに亡くなった人、特に誰でもいいというんじゃなくて、あなたにとって非常に重要な大切な愛しい個人というふうにしておきましょう。このダガーマークですね、探検マークをちょっと使ってダガーかの人で個人を表すというふうにします。で、この個人としてのかの人っていうのは独立のエージェントとして見なされていますし、やっぱり普段の相談相手とされていますし、一緒に生きていくこういう共非異常者とみなされています。そういうことをする限り、そういう決断で生きていく限り、あなた、ひらがなのあなた、私の人生は個人と普段に対話を行う個人との対話的自己となりますし、あなたの人生は常に個人と共に歩む対話的生ということになろうかと思います。そうなると、例えば我々のいろんな行動、行為の意味がガラッと変わっていくことになります。ちょうどこの季節、8月というのは我々にとってまさに追悼の季節で、今日も第二次大戦の追悼式っていうのは全国で行われているわけですけれども、こういう追悼の意味も当然ながら大きくこのビフォーとアフターで変わることになります。ビフォー、要するに私が自己だったという個人的な自己ですよね。アフターというのは自己がもう私ではなくて我々化していて、この私には私と個人も入っている。こういうふうになったらどうなるのか。今、追悼をここで矢印というふうに表しますと、漢字の私がこう亡くなった個人を追悼しているという矢印の左と右にこの分かれることになります。つまり漢字の私は追悼主体で、この亡くなった人は追悼対象。私とその人は追悼という行為のいわば別の側に振り分けられているということになります。で、これがこのアフターではガラッと変わる。私とかの人はだってもう我々の中に入っちゃったんです。追悼の主体は我々です。私とその亡くなった個人というのは共に追悼行為の主体を構成しちゃってるんです。私と個人は追悼行為のいわば同じ側にいることになる。これかなり変わりますよね。意味が変わります。
before は、これはまあ普通の意味でのツイート、これは全く悪いとかそんないうことでは言ってるわけではありません。まあ、広くスタンダードな意味でのツイートというのは、私が例えばその個人に会いに出かけて、追悼の会場、慰霊の会場に出かけていって、その個人を思い起こして、悼む行為、そういうことですよね。でもこれがアフターではガラッとその意味は変わることになります。ここで出てきた行為、出かけるとか、思い起こすとか、悼む。これすべて私と個人の共同行為ということになります。追悼というのは、この共同行為性を再確認する、それ自身一つの共同行為ということになろうかと思います。そうやってまとめて言いますと、基本的に我々の性はその個人と共にあるということになります。深呼吸する、これ行為として、これも二人ですし、こうやって授業を見ていただいて、聞いていただいて、立ち止まって考えるのも二人だし、悲しむのも二人だし、喜ぶのも二人ですし、そして広いスパンでいって生きていくのも二人ということになります。なんか変なこと言って何言ってんだというふうに思われるかもしれませんが、なんでこんなことが可能となったのかなっていうのか、これはこれまでずっとお話をしてきたことをですね、綴めれば、こういった帰結すごく自然に出てくる。最後にちょっとまとめに入っていきたいと思います。これからこれまでお話をしてきました第1回にもお話をしたと思います。私、漢字であったも、これがひらがなになったとしても、これ開いて広げることはなかなか難しい。これは私も確認をしました。でも、この私と自己、このイコール、この強力なイコールっていうのを引き離した上で、この自己を我々、つまり委ねのシステムへと広げることは、これまで言ってことがもしもできるんだったら可能だろうということであります。そしてこの広げられた我々の中に、私は例えば非常に大事な個人であるあの人を招き入れることもできる。で、先ほど言ってるような個人との普段の対話を繰り広げる二人で生きる性は、このような同一性を破ることで初めて可能となるということであります。で、これも最後のスライドに今近づいてますけれども、実存的孤独、実存的独房に、最後に再び戻ることにいたします。ここで今お話をしたこの実己の開き広げというのは、この実存の独房からの脱出ないしは脱獄をも可能とすると、そういうふうに私は考えています。実存というのは何よりもこの与えられた、どうしようもないこの状況を自分で選んで生まれてきたのではない、こういった人生を生きることというふうにしておきましょう。で、人生の主体はこれまで言ってきましたように、これは自己であります。で、漢字の私が自己である限り、人生の主体はもはや言うまでもない、常に単数、私一人ということになります。なので人生の主体が入る実存のユニット、お部屋、そういったものがあったとしても、それは基本的に単身者用の部屋、独房ということになります。ただ、この自己、人生の主体を広げることで、言い換えると我々化することで、人生の主体は私と個人をも含む我々としての、我々となって複数化する。つまり実存のユニットっていうのはもはや独房ではなくて、少なくとも相部屋となるということですよね。で、相部屋となったって、独房は独房というか、監獄は監獄、つまりこれ雑居房になっただけじゃないのか、そういうふうなことも考えられます。ただし、この相部屋はこれまで見てきた、お話ししてきたように、二重の意味でその壁がもう開かれちゃったんです。境界自体が不確定。そして道徳的要請として常に開いていかなきゃいけない。拡張しなければいけない。つまりこういった意味でこの壁はもはや開かれています。開かれた壁を備えた相部屋というのはもはや牢獄とは言えないんでしょう。私としています。他のエージェントはこの別個の存在でひらがな私ですね。しかしこの私は我々の一員として他のエージェントと不可到達的に
共に生きていく、生きていかざるを得ない存在。そして私は離れ離れになった人、何らかの理由でもはや会えない人、ないしは死別ってことで二度と会えない人、会えない人たちをこの我々の一員として迎えることができます。で、そのことで私は二度と会えないという決定的な別離っていうのを、ある程度完全には無理かと思いますが、さじ化する、トリビアルにする。そのことによって別離がもたらす実存の孤独をたとえ解消できないにしても緩和することができるかもしれないというふうに考えております。もうこれが次最後ですけれども、こうやって5回6回にわたって哲学の講義をしてまいりました。哲学の講義をもう初めて聞くっていう方も多かっただろうと思います。で、哲学にはいろいろやり方があります。でも私が今回やってきたのはある意味ではスタンダードといいますか、どっかこういろいろ見てですね、一番のある重要な問題点を絞ってそこに全力集中して一点突破をするという。私の場合は私と自己の同一性ですよね。統合を引き離すということをして、そこから出てくる景色をバーッと見ていくという。そういった一歩一歩いわば積み重ねていく、いわば将棋の似てますよね。一つ一つ将棋をこう指し手を指していって、最終的には大きな風景といいますか、何か図柄が出てくるという、そういうある意味では非常に場合によっては理屈っぽいと言えるかもしれませんけれども、哲学の一つのスタンダードなやり方をお話をしてきました。それはある意味じゃ非常に理屈っぽすぎるかもしれませんが、もしもそのある種の理屈の一つの積み重ねによってこういう形で考えて、実存の苦悩、例えば亡くなった人に直面しているこういう非常にグリーフ、皆さんお持ちの方非常に多いと思いますけれども、そういった悲嘆悲哀というものが少しでも緩和できるとしたら、それはこの理屈の一つ一つ積み重ねとしての哲学、やっぱり意味があることだというふうに私は考えております。はい、ということでこれで終わりということですけれども、本来でしたらまたお会いしましょうと申し上げるべきですが、お会いできるかどうか分かりませんし、それよりも先ほど来お話ししてきたことでいうと、この別離っていうのはいくらでも我々の考え方、自己観の持ち方によってさじ化することができます。私皆さんとは結局一度も生でお話はできていませんかもしれませんが、いろんなやっぱり励ましをいただいたり質問をいただいたり、そういう形でこの講義を中心としてやっぱり我々というのを私も実感をしてきました。この我々を失わずにこれから広げていく、これは我々が決意をすればできることであります。そういった意味でもこの授業の中でそういえば人類するとか生態系するっていう変な言葉が出てきましたが、一番一般形が我々するということであります。そういった意味で今回のこの我々、それを含んだ我々を今後とも広げていきましょう。これからも我々しましょう。以上です。